どうも、水草水槽大好きカプラです。おはようございます。今回はこちらの横幅25センチ、奥行き17センチのとっても小さなスリム水槽で水草育成をしました。緑や赤の水草がとっても綺麗ですね。小さなエビたちも可愛いです。この水槽は立ち上げてから3ヶ月が経ちました。なんと一度も水替えをしないで維持しています。あえて水替えをしないことで、この水槽をきれいに維持しています。水替えしないで水草水槽が楽しめるなら楽ですよね。この水槽は2024年の9月に立ち上げました。それから3ヶ月が経ち、そろそろ4ヶ月目になります。現在は水草たちも伸び、めっちゃ綺麗に仕上がってます。こういう水槽を作ると特に大変な管理もなく、インテリアの一部として水槽を手軽に楽しめます。それこそ観葉植物を部屋に飾って楽しんでいるのと同じように簡単に管理をしています。定期的に水をあげて、水草が少し伸びてきたらたまにトリミングをしてあげると。それだけです。やってることは同じです。難しい肥料の調整も大変な水替えも水槽の丸洗いもしてません。どうですか？やってみたくなりませんか？ということで今回はこの綺麗な水草が彩る小型水槽の立ち上げから具体的な管理方法までを振り返り、この水槽を維持する重要なポイントと現在の様子を徹底解説観察していきます。この動画を1本見ればこの水槽のことを理解していただけると思います。水槽をやったことがない方には一部難しいなと思う表現もあると思いますが、できるだけ簡単な表現で動画を作っています。いやいや難しい管理してるんでしょ、初心者にはできないんでしょと思っている方がいたら最後まで見てください。最後まで見ていただくとこの水槽の全体像がわかるようにしてあります。この動画を見終わった皆さんは明日ホームセンターの水槽コーナーでどの水槽を買おうか迷っていることでしょう。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。前回は立ち上げについて詳しく紹介しました。特に水槽のメンテナンス頻度を上げないためにした工夫は、ソイルの種類、使う石の選択、水草の種類の選択をしました。できるだけ楽に小型水槽を管理したい方は、前回の動画は必見です。参考にしてください。概要欄に書いておきます。この水槽がどうやってできたのか映像で振り返っていきます。立ち上げ直後に撮影した映像がこれです。機材はこんな配置です。右側に外掛けフィルター、その奥にオゾン発生器、左側に CO2 ディフューザーです。ライトはガラスの蓋に直接置いてますね。このあたりの細かい管理や設定は後でお話をします。まずはどんな経過で水草が育ったのかを見ていきましょう。水草は右側の溶岩石の上にアヌビアスナナやブセファランドラ、ミクロソリウムナローリーフを植えています。その上には浮草を少し浮かべています。手前の前傾層エリアにはグロッソスティグマやオーストラリアンクローバーミニを植えています。後傾層エリアにはロタラ・ロトンディフォリア・レディッシュとルドビジア・ニードルリーフを植えています。実はこの水槽を立ち上げた2日後に中国に出張に行きました。1週間行って帰ってきたら水が蒸発して少なくなっていたので水を足しただけですね。水道水から直接水をそのまま入れていました。その後も水は減るので足し水だけして管理をしていました。立ち上げたのが2024年の9月9日です。で、これが9月29日の写真です。立ち上げてから20日後の写真ですね。これを見るとルドビジアニードルリーフがだいぶ伸びてきたのがわかると思います。
あと寒くなってきたのでヒーターを入れています。それとちょっと小さいので見づらいのですが、タニシが入ってます。先日別の動画で紹介した川で拾ってきたビーシュリンプを入れ始めました。それに伴ってエアレーションを始めてます。24時間エアレーションですね。次が10月9日です。映像の少し見切れた部分だけになります。これで立ち上げてからちょうど1ヶ月ですね。少し左後ろのロタラが伸びてきた感じです。この時にロタラの頭頂部を少し切って空いたスペースに植え直しをしました。植え直しをしたのと同時に後傾層エリアのソイルにイニシャルスティックを植え込みました。水草の栄養剤ですね。イニシャルスティックは水草の成長スピードを速めてくれるカリウムが主成分です。ここで一気に水草を伸ばしていきたいなと思ったので、5から6個をソイルに差し込んで入れた感じです。次が12月6日です。ここで一気に2ヶ月放置したわけなんですけど、画像が小さくてすみません。立ち上げて3ヶ月が経った映像ですね。なんとなく水草が育ってる感じが伝わると思います。この時2回目のトリミングをしました。ロタラのトリミングした部分を植え直して、水槽に植えている水草の量を増やしました。この植え直しの効果によって水草が増えました。次が12月23日です。立ち上げて3ヶ月と2週間後の写真がこれです。だいぶ育ったわけですね。左後ろのロタラはまだ背丈が伸びていませんが、密度が増しました。それより右側のルドビジアニードルリーフの勢いがすごいですね。草の色もかなり赤くなっています。手前のグロッソスティグマも少し増えた感じがします。これが2025年1月14日です。立ち上げてから4ヶ月と1週間が経った写真です。だいぶ水草が伸びましたね。左のロタナも伸びてますし、ルドビジアニードルリーフがものすごい増えました。めちゃくちゃ綺麗に色づいています。前傾層のグロッソスティグマもだいぶ増えました。陰性水草エリアは若干ミクロソリウムナローリーフが枯れている部分もありますね。アナビアスナナプチは根が伸びてソイルまで到達しています。ブセファランドラは苔も生えずに綺麗に管理できていそうです。どこから入ったかわからないウィローモスもかなり伸びてきてます。9月に入れたビーシュリンプも元気そうです。こんなところですね。次は現在の様子です。はい、こちら現在は1月22日です。立ち上げてから4ヶ月と2週間ですね。こんな感じに仕上がりました。正面からの映像です。これが上から見た映像ですね。パッと見水草がだいぶ増えてきたので、トリミングをして少しスッキリさせた方が良さそうです。いろいろいじる前に今の状態を観察しておきましょう。赤系の水草が結構綺麗に色づいてくれました。その一方で光が強すぎると出てくる頭頂部の成長の鈍化などは見られませんでした。見た感じ光量はちょうど良さそうです。葉っぱもかなり密に育ってくれてます。ミクロソリウムは枯れている部分もありますが、葉っぱから出ている新しい株からは新芽が出てきているようです。特にミクロソリウムは水面付近で育ってますが、光が強く当たるにもかかわらず苔も生えずに綺麗に育ってくれてますね。手前のグロッソスティグマもしっかりと成長しているようです。9月に入れたビーシュリンプもみんな元気そうです。4ヶ月の間に2回のトリミングと切った水草の差し戻し、水替えはせず足し水だけで管理していました。一応こんな感じで育っています。これが4ヶ月目の経過の大枠です。ここからろ過の方法、水温、光の強さ、CO2 の量、水質の維持、それの5項目における維持管理方法について言及していきます。まずはろ過です。ろ過は世界最小外掛け式フィルターを使っています。流量は1時間に250リットルあって、
ZEX スリムフィルター GCX-S2 くらいの流量があります。ただこれは無負荷の状態の時であって、実際には中にフィルターを入れるので、もう少し流量は緩やかになります。それに流量調整つまみもついているので、これより流れは弱くできますが、私は全開で使ってます。フィルターはアクアプレフィルターを使っています。これは洗って何度も使えるスポンジフィルターのようなもので、汚れはキャッチしてくれますが、目詰まりしづらく、透水性がいいので放置管理に向いてます。結構汚れてます。立ち上げてから4ヶ月の間、掃除は1回もしていません。後で洗っていきます。次に水温です。基本的にエアコン管理ですね。6畳の部屋ですが、8畳用のエアコンを24時間動かしています。設定温度は今は冬場なので暖房20度で設定しています。立ち上げた時は夏場でしたので除湿25度で管理していました。これでだいたい水温が22度から25度になります。現在はエアコン管理に加えて USB タイプの 10W 世界最小ミニヒーターを使っています。設定は18度から34度まで変えられるんですが、24度に設定しています。一般的な温度より 2,3 度低く設定すると苔が生えづらくなるのでおすすめです。このヒーターは水面から飛び出ると一時停止してくれるので、空だけにならないため使いやすいです。万が一水温が36度になると停止する機能もついています。10W なんで、そもそもこの水量でそこまで温度を上げられるほどのパワーはないので安心して使ってますけどね。次に光の強さです。ライトはウィークアクアミニ9です。RGB と UVA を搭載した4色の調光可能なライトです。タイマー機能と調光機能がついているので、小型の水槽でも適正な光量を探しやすいです。出力設定はこんな感じです。赤 43%、緑 60%、青 49%、UVA100%、トータルの使用電力は 80% です。まだ少しライトとしては余力がある程度で管理しています。点灯時間は8時から18時までです。10時間点灯です。設定は簡単モードを設定しています。前後1時間は自動日の出日の入り機能を使っています。ライトの配光的に後傾層を中心に光を当てていて、手前と陰性水草エリアにはそこまで強い光を当てないようにしていました。ガラスの蓋を使って水槽の少し後ろ側にライトを配置していました。結果的に後ろの後傾層には十分な光が届き、綺麗に色づいてくれました。逆に陰性水草やグロッソスティグマが生えている手前側にはあまり光を当てずに管理していました。意外にもグロッソスティグマはしっかり横にランナーを伸ばして育ってくれました。さすがに岩の影になっているグロッソスティグマは縦に伸びてますが、そこ以外はとても綺麗に育ちました。実際に光量を測ってみます。これは PPFD を実際に測れる機械です。水草が光合成をするのにどれくらいの光が届いているかを検査する機械です。これによると、後ろの後傾層エリアでは PPFD が60から80、手前のグロッソスティグマエリアでは PPFD が30から50、ブセファランドラやアヌビアンスナナプチエリアには PPFD50 で照射されていました。わりかし水草にとって低めのレンジで調光していましたが、 CO2 とのバランスが取れていたので成長スピードもゆっくりで、あまりトリミングもしないで済む手間のかからない水槽に仕上がりました。ガラス面の苔はほとんど生えず、陰性水草の表面にも黒ひげ苔は生えませんでした。苔も生えずに水草が成長してくれたちょうどいい配光だったようです。出力設定を振り返ります。RGB、UVA 合わせてトータル使用電力 80% でした。100% 照射で
585ルーメンのライトなので、概算は460ルーメンくらいで照射したことになります。照射時間は10時間で、立ち上がりと立ち下がりは1時間ずつ設定していますので、実質8時間強い光で照射していたことになります。水草のトリミング頻度も1ヶ月半くらいに1回程度の頻度でしたので、メンテナンス頻度的にはちょうど良かったです。光量と CO2 添加量のバランスが良かったようです。低めの光量、低めの CO2 添加量でじっくりゆっくりと育って、トリミング頻度もそこまで多くない水槽に仕上がりました。CO2 の添加量は光の設定をする上で非常に大事です。強い光には強い CO2 添加量、少し抑えた光には少ない CO2 の添加量、これによって水草の成長速度を制御できます。今回は後者の少し抑えた光で少ない CO2 添加量を選びました。次は CO2 の添加量についてです。CO2 は化学反応式ボンベを使っています。ただ薬剤は入れずにドライアイスを入れて使っています。添加量はバブルカウンターは使用せずに設定しています。ディフューザーから出てくる泡の量を見た目で判断しています。見た感じかなり少ないです。1秒1滴とか1秒2滴とかであえて言いますと、だいたい3秒から5秒に1滴とかそのくらいかなと思います。もし真似して設定するのであれば、ディフューザーから出る泡の量で判断してもらうのが一番正確ですね。この添加量であれば CO2 は1リットルの小さなボンベでもかなり長い時間持ちます。とりあえず4ヶ月使い続けてますけど、まだ残量がありますね。1回のドライアイス補充で6ヶ月は余裕で持つと思います。もうすでに4ヶ月経過していますので、この調子だと8ヶ月は持ちそうな雰囲気です。小型水槽にたくさん添加してもエビが酸欠でダメになったり、 CO2 の添加している時としていない時で pH がかなり変動するようになっちゃうんで、添加のしすぎには気をつけてください。あと CO2 チューブはしっかり耐圧用を使ってできるだけ短くつなげます。チューブ自体が柔らかすぎたり長すぎると添加の調整が難しくなります。チューブ内の体積が増えるので、添加のタイミングにラグが発生して調整が難しくなります。それと逆止弁はできるだけディフューザーの近くに置くようにします。ステンレス製のものを使うと水の逆流で錆が起きるので、プラスチック製がいいです。ただプラスチック製にもエアポンプ専用のしょぼい逆止弁はおすすめしません。しっかりとしたこういうワンタッチ逆止弁を使うとチューブの抜き差しも簡単ですし、水の逆流もしっかりと受け止められますし、錆にも強いのでおすすめです。私は水槽内でディフューザーがブラブラしているのが好きじゃないので、こういったアクリルの延長パイプを使ってつなげています。こうするとキスゴムを水槽の外に設置できるので、キスゴムも劣化しませんし、見た目もすっきりするので、こういう配管にしています。次は水質ですね。水質はデジタルで測ると pH7.6 くらいでした。紙で測ると 6.6 くらいです。KH は2、GH は3くらいです。このデジタルの値合ってるんですかね。紙と他の値を見る限り KH が低いので、少なくとも酸性寄りなんだろうなっていうことは分かりました。それでまあ十分です。アルカリではないということが分かれば OK です。CO2 の添加をしていると KH が低いと pH 変動が大きくなると言われています。KH の値が高いほど水の干渉作用が増します。高い KH は pH を安定させて CO2 を添加しても pH が急激に下がりにくくなります。私の水槽は KH が低いので pH 変動が大きくなると思われます。そこでエアレーションを24時間するようにしました。これをする前はヤマトヌマエビがなんか弱って動きが鈍くなってたんですが、24時間エアレーションをするようになって、今では B シュリンプを3匹飼育して3ヶ月が無事経過しました。調子良さそうです。
CO2 の添加をして水草はきれいに育っていますし、エアレーションをすることでエビも元気に育っています。それと水質の安定に機材を使っています。オゾン発生器を使っています。これは電気分解で水中にオゾンを発生させる装置です。苔の発生の予防とかエロモナス病のような病原菌の殺菌効果があります。紫外線殺菌灯よりかは弱い効果ですね。ずっと動作しているわけではなく、TDS や水量の設定によって数十分に1回動作して泡が出る装置です。紫外線殺菌灯のように連続で稼働させるものではなく、1回1回は短く作動するので、いいバクテリアを残しつつ、水を浄化していく作用があります。その程度のものなので、魚やエビにも安全に使用できるというわけです。使っているとブレードにタンカルが付着します。電気分解で析出してきます。それを定期的にクエン酸などで除去して再び使っていきます。高度の高い水槽だと1週間に1回はブレードの清掃が必要です。高度の低い水槽だとそれこそ2ヶ月とか3ヶ月掃除しない場合もあります。つまり使い続けていると水中のタンカルが析出するので、ちょっとずつ水が軟水化していくっていう効果もあります。もちろん定期的に液肥を添加したり、高度の高い水でしょっちゅう水替えをしていたら、そういった軟水化する現象は出ませんが、私のような放置型の水槽で足し水を週に1回とか2回ちょこっとする程度なら、タンカルが抜けていくっていう恩恵も受けれます。ブレードは消耗品で水質によって消耗する具合が変わります。軟水で TDS が低い水槽の方が長持ちします。半年とか1年持ちます。TDS が高くて電解質の多い栄養たっぷりな水槽ほどブレードの消耗は激しくなります。使っていくうちに穴が開いたりするので、酸洗浄をしてタンカルをきれいにしても泡が出なくなったらブレードの交換時期です。はい、こんな感じで管理してきました。4ヶ月ぶりのメンテナンスをしていきます。今回は4つメンテナンスをしていきます。1つ目はフィルターの掃除です。2つ目はトリミングです。3つ目はガラス面の清掃です。4つ目はオゾン発生器のブレードの清掃です。まずはフィルターの掃除をしていきます。フィルターの掃除は簡単で、配管の清掃と中のスポンジフィルターの清掃ですね。セリアで売っているミニブラシを使ってゴシゴシしていきます。インペラーも簡単に外せるので中まできれいに掃除します。配管はパイプブラシで洗います。いろんなキャップが外せるので、フィルターは小さいので細かい部品はありますが、掃除は簡単かと思います。中のアクアプレフィルターは軽く水で絞って汚れを落としたら再利用します。これで完了です。トリミングをしていきます。ミクロソリウムが枯れている部分と新芽が出ている部分があるのできれいにしていきます。ロタラやルドビジアは1本ずつ丁寧にトリミングしていきます。真ん中の砂の道が見えるくらいトリミングしました。あとはトリミングした草を植え直しします。少しまだソイルに隙間があるので水草で埋めていきます。それと少し下葉が枯れているのがあるので、その部分にイニシャルスティックを差し込んでいきます。2、3粒ですね。ルドビジアニードルリーフも追加で植えました。ガラス面の苔掃除を軽くしました。本当に軽くですね。そこまで苔が多く生えていないので、さらっと掃除したという感じです。最後に網でゴミをすくってトリミングと掃除が終わりですね。オゾン発生器のブレードはタンカルがついているので酸洗浄をしていきます。マニュアルにも書いてあるんですが、本来はクエン酸で2時間くらいつけてタンカルを落としていきます。私はあまり2時間も待ちたくないのでサンポールを使います。塩酸ですね。絶対水槽に入れちゃダメなやつですね。塩酸を使うと速攻でタンカルが分解されるので5分もかからずきれいになります。もちろん洗浄は念入りにしています。多分ブレードにも良くないし、洗浄が十分じゃないと
水槽にも良くないので真似しない方がいいと思います。私はもう2年近くサンポールでやり続けています。ダイソーのサンポールが粘度を上げる物質が入っていないサラサラ系の塩酸なんで使いやすいですよ。この市販のサンポールはトイレの便器にねっとりと粘着させるために粘度を上げる物質が入っているので水洗いしにくいです。洗えるんですけど余計な増粘剤が入っていない方が洗浄しやすいです。こんな感じで4ヶ月ぶりのメンテナンスが終わりました。フィルター掃除とかここまでがっつりのトリミングは今回が初めてでした。4ヶ月維持してみてやってよかったことは3つですね。1つ目はやっぱりオゾン発生器は入れてよかったです。立ち上げ時も苔が出ませんでしたし、緩やかに消化サイクルが出来上がっていくのを感じました。それに水も軟水化してくれているようでしたから、水草にとってはいい環境になったのかなと思います。2つ目はライトの設置の位置ですね。普通はライトってガラス面に置いて使ったりするのはタブーなんですよ。万が一ガラスの蓋に水が付着するとライトが濡れちゃうので故障の原因になりますからね。なんですけど結局外掛け式フィルターより高い位置にライトを持ってくると水槽だけじゃなくてフィルターも光で照らしちゃうんですよね。なんなら水中より強い光がフィルターに直接当たります。そうすると皆さん経験あると思うんですけど、パイプに苔がすごく生えたり突出口に青みどろが生えたりするんですよね。そうするとメンテナンスが面倒になるんですよ。そこで私はガラス面に置いてフィルターには光を極力当てずに維持したといったところですね。ガラス面に置くリスクを知った上でやる分にはいいと思います。私はリスクヘッジとして CO2 チューブをガラス面の上に2本置いてその上にライトを置きます。こうするとガラス面とライトの照射面に少し隙間ができます。何かしらの理由で水浸しになってもライトには水が直接入りづらいのでいいですね。3つ目ですが CO2 の添加はしてよかったですね。小型水槽でも CO2 添加すると本当に楽に水草が育つのでいいですね。酸欠や pH 変動のリスクは24時間エアレーションをすることでリスクヘッジできているといった感じです。今回で小型水草水槽を作るのは2個目になりますね。前回の反省点も活かして水槽作りができたなと思います。今回トリミングをかなりしたので、次のこの水槽の見頃は2ヶ月後くらいですかね。春頃に見頃を迎えると思います。またその時この水槽の経過を報告します。引き続き多子水管理で問題なくやれると思います。よかったら皆さんの水槽作りの参考にしてください。